那市に来ています。はい。これからこの伊那谷で人気のスポット、うん。陣馬片山っていうところに行ってみようと思って、で前ねカレー高原の方は行ったことあるんだけど、この陣馬片山は行ったことなくて、頂上にキャンプ場があって、でなんか広いテラスみたいなのがあって自由に使えるんだって。今ここが 750m ぐらいで、陣馬片山のキャンプ場のところが 1450m ぐらいだから 700m ぐらい登るみたい。おお、結構登るね。今ね県道18号線走ってて、49号線っていうので登っていくみたいだから、そこら辺まで行ったら今日はちょっと一人自転車で行ってみます。はい。どうこれ最高でしょ。最高だね。電動アシスト自転車です。メーカーがねサイラッシャーっていうところから出てるソンダっていう自転車になります。すごい、ちょっとね最初一瞬乗ってるところちょっと映したと思うんだけど、このね自転車のすごいのが電動アシスト自転車なんだけど、後ろと前にサスペンションがついてます。はい。でこんな感じ。前はねまあまあ動く。で後ろはねめちゃくちゃこれね硬いんだよね。もうなんかリジットみたいな感じ。こんな感じ。これでかなり踏み込んだらようやく動く感じ。なんでここがねボヨボヨだと結構力が逃げちゃうのね。でこれだけここのサスペンションが硬いから、ほぼリジットみたいな感じで乗れるんだけどちゃんとこういう路面が荒れてるところではしっかりこう衝撃を吸収してくれるんで、かなり乗り味はいいです。で実際これ動いてんのっていう感じじゃん、こんな硬かったら。だけどここ見てもらうとね、ここにさグリスの跡があるでしょ、だからここまで動いてますよっていうこと。15ミリぐらい動いてるんでちゃんとショックは吸収してますよっていう、そういうこと。結構ねこの自転車面白くて、かなりねずっしりなの。重さ22キロぐらいあるんだけど、それでもアシスト力がしっかりしてるから、全然重さは感じないのね。だけど重さ自体はかなりあります。普通の自転車で考えて20キロ超えてくるとママチャリみたいな重さなんで、ちょっと重いじゃんって感じるんだけど、アシスト自転車って考えれば、そこまで気にならないかなと。でむしろ剛性がしっかり、剛性感がすごい高くてかっちりしてる感じがあるから安心感があるね、乗ってて。そういう面ではいいのかなと思います。でブレーキがね、ちょっと反対に向けてみると、ブレーキがねシマノの油圧ブレーキなの。かなり効きます。これめちゃくちゃ効く。でね、さっきも試乗は下へちょっと走り回ってきてるんだけど、めちゃくちゃ効きます。40キロから0キロまでもちゃんとしっかり落とせるし、うまくやらないとロックしちゃうから、前をうまいことね使ってあげないと後ろが滑っちゃうぐらいすぐにロックできるぐらいブレーキが効く。油圧なんでね、シマノの油圧、ここ見たらねこんな感じです。でここでねオイルなんかを調整してあげるんだけど、で前のねローターが 160mm で後ろが 140mm かな。後ろが140だね。でちゃんとしたディスクローターもついてるし、でこれもちろん変えれるのね、ネジで交換もできるし、でブレーキパッドが入ってるんだけど、ここね、これもシマノのなんで、これピン抜いて交換部品もちゃんとあるんで長く使います。またすごいのが9段変速、ギアが後ろ9段の変速がついてるんで、
漕ぎたいペダルのスピード、ケイデンスっていうんだけど、ケイデンスに合わせてギアの調整もできます。なんで自転車としてちょっとね、かっちりしすぎかなっていう感じ。わかる？ここら辺もなんか異常でしょ、太さが。で、なんかもうここにバッテリー入ってそうじゃん。でもバッテリーはここだからね。バッテリー関係なくこんな太いパイプで組まれてるし、スイングアームもなんかすごいし、原付よりすごいんじゃないかなっていう。結構しっかりしたスイングアームだし、剛性はかなり高いです。なんで普通になんかこうやって砂利道走ってたりしても怖さがないような自転車。まあタイヤが小さいからね、めちゃくちゃなことはできないけど。タイヤのサイズが 20×1.95。まあ2ぐらいだね、太さが。結構太いタイヤ入ってるんだけど、まあサスペンションあるし、ちょっとこう、デコボコしたところも走れますよっていう仕様だね。こんな太いタイヤいらないなってなったら、20×1.8 とかも出てるから、ちょっと細いタイヤに変えてもいいのかなと。そんな感じだね。で、ブレーキとか、この変速機がシマノのちゃんとしたやつ使ってるんで結構いいんだけど、まあタイヤはね、あんまり見たことのないタイヤなんで、20インチの他のに変えても面白いかなと。そこら辺がね、全部これ汎用パーツだから、ブレーキとか、ディレイラーとか、タイヤとかね。なんで自分の好みに合わせていろいろ変えることもできるから、カスタムするのも楽しそうな自転車ですね。で、このキャリアも最初からついてて、マックス25キロ OK なんだって。かなり強い。これ、多分25キロって書いてるけど、そんなことないよ、多分。ダメだけど、余裕で2人乗りできる。そういうレベルの、キャリアがついてて、後ろにバケット、なんかいろいろつけれるね、荷物。マニアバッグとかもつけれるし。で、ちょっとね、面白いのが、ここに、六角で、ネジが2つついてるんで、ここにドリンクホルダーつけたり、工具つけたりもできそうな感じ。自転車としての作りはそんな感じだね。まあ、かなりしっかりしてるなっていう感じがします。で、これ折りたたみなのね。で、折りたたみなんだけど、ちょっと折りたたみっぽくないじゃん。っていうのが、ここがね、フラットなのね。普通ブラケットがこう外に出てくるのが多いんだけど、これ完全にフラットだから、なんかどっか引っ掛けてパチンってなったりすることもないし、なんかスッキリしてて結構かっこいいね。だからそこら辺のね、こういうところの安全も考えられてるんだと思うんだけど、普通はね、これで開ける時もさ、ワンタッチじゃ開かなくて、このボタンを押すの中の。で、前に引いてあげるんだけど、そうしたらこう外れるんだけどね。普通のだとなんかこんな感じになってることが多いのね、折りたたみ自転車って。だとここなんか引っ掛けたらさ、怖いじゃんっていうのもあって、こう完全にカチンと入ります。結構しっかり入って、一回カチンとしたら外れませんと。で、前もさ、こうしてこう止めるでしょ。まあこれでいいじゃん、ロックされてますと。だけどなんかあってここが振動とかで外れたら怖いから、ダブルロックがあって、こういうこのフックをかけれるようになってるの。これでも開きませんと。これ外してこうしないと外れないから、まあより安全ですっていう感じなんで、結構無茶して乗れる自転車みたいな作りがされてる。剛性も高いし、一番大事なアシスト部分なんだけど、タイヤの後輪のこの部分だね、この回転部分に 250W のモーターが入ってます。で、これはトルク制御だから、漕いだ力に対してしっかりアシストされると。そういうようなアシストになってる。でね、乗った感じ、アシストの力がかなり強く感じました。どう？かなり強かったよね。強かったね。で、まあ、ちゃんと24キロまででアシストは切れるし、でね、これが、まあ、250W のモーターなんだけど、電圧がこれ 48V なの。かなり高い電圧で、だいたい 24V か 36V が一般的なんだけど、これは 48V の電圧でモーターを動かしてます。さらにすごいの、バッテリー容量が 10Ah なのね。で、電圧がこれ 48V なんで、トータルそれでいくと 480Wh のバッテリーをここに積んでます。かなり大きい容量が。まあ、普通だと 36V のどうだろう 8Ah とか 10.5Ah とか、せいぜいどうだろう 400Wh とかさ 350Wh だと思うんだけど、これ 500Wh 近いんで、かなり電気の持ちもいい。最大85キロぐらい走れるみたいなんだけどね。今日ね、往復20キロ乗ってみて、ですごい坂登ったの今日。とんでもない坂を。標高、もうこれから動画で
流れると思うんだけど、標高差 800m ぐらいの山登ってみて、往復20キロぐらい走ってきたんだけど、それでもまだ 65%、半分以上残ってるんで、電池の減りもかなり少ないかな、でアシストがかなり強いイメージ、で激しく乗れるなっていう感じの自転車です。でこの電動アシスト自転車の電気をオンにするのは、まずこのサドルの下にボタンがあるんで、ここを押します。で緑ランプがつくでしょ。そしたら今度前で、ここにスイッチがあるんで、ここのスイッチを押します。裏押しでサイラッシャーって出て、こんな感じモードで、これは1から5までアシストがあるんで、こんな感じです。でも今日は終始5でいったんだけど 64% まだ残ってます。ライトもついてるからさ、これちゃんと、前後ろちゃんとついてて、このちょっとね夜も乗ってみたんだけど、めちゃくちゃ明るい。これそうそう、ライトねすごく明るかった。明るかったでしょ。でライトはここのプラスを長押ししたらつくんだけど結構明るいでしょ。いいでしょ。いや結構ね明るいの。明るいよね、で後ろもね、後ろのリアも結構明るいの。すごいね。すごいでしょこれ。こんなところについてる。そうそうそう、でこのソンダーの付属品がすごくて、これ最初からついてたんだけど、すごいね。まず鍵ね、こんなしっかりした鍵、すごいでしょ。こんなん見たことない。で鍵、このロック用のキーがこれでしょ。でそれからこれがねサドルのロックなんだけど、これちょっと後で説明します。でそれからこれがトルクスっていうね、この星型のネジ。これ何に使うんだろう。まあディスクブレーキとかこういうので触ることが多いけど、まあそれもついてて、でこれ六角レンチフルセットすごくないこれ、ね。多分これ実際最初使うの 1,2 本でいいと思うんだけど、全部つけてくれてて、であとスパナだね、これがついてます。であとこの中がバッテリーの充電器の AC アダプターと説明書とか、あと防犯登録受ける時の書類とかがね、この中に入ってます。あと空気入れか。で、この自転車はタイヤの空気が、米式だね。なんで車と一緒なんで、車用の空気入れでも入れることはできます。で、最初ね、送られてきた時なんだけど、バラバラではなかったんだけど、ちょっと組み立てる必要があって、サドルの椅子とかが取れてる状態というか外れてる状態で送られてくるんで、その時に六角レンチを使ってつけました。ペダルも外れてきてて、ペダルはこのスパナで締めると。でペダル締めるときネジが片方逆ネジになってるんで、普通に締めていく側で締まらないのが片方あるんで、そこだけ注意してつけてください。まあめちゃくちゃ簡単です。でペダルにライトとかレフトとか書いてあるから、進行方向に向かって R が右に使うペダルです。まあ簡単だよね。まあ5分ぐらいで組み立てもできました。でこれ自転車さっきもちょっと説明したんだけど、サドルがバッテリーになってるから、このサドル盗まれちゃったら困るでしょ。なんでサドルがロックになってて、ここをこう押してあげるとロックになるのね。でそうしたらもうこれ取れない、取れません絶対に。でこの鍵で開けてあげると、こんな感じで開けてあげると、これで開きますよと。こんな感じ。これでこれが盗まれませんよと。でね、この自転車なんか面白いのが、ここにこの線刺すところがあるの。バッテリーの線が下から出てるんで、こんな風にこんな感じ。だからちょっと注意してあげないといけないのが、このサドルをさ目いっぱい下げてたりして、なんか折りたたんだりしたらここがね当たっちゃうかもしれない、下に。一応こう下に出ないようにこっちに逃げるようにはなってるんだけど、そこはちょっと気をつけてあげないとダメかなと思う。下から出てるんで、このバッテリー充電するときは自転車を家に持ち帰ってコンセントから充電してもいいんだけど、で充電はねここに挿すようになってるのね。ここに AC アダプターで、自転車家の中に入れるの邪魔だっていう場合はここでこれを外してあげて、でそしたらこれが引き抜けるんで、こんな感じで引き抜いてあげると。そしたらこれだけ家に持ち帰れます。じゃあ最後にねちょっと折りたたんでみます。折りたたむときはまずストッパーを上げて、でここです。でここを下押してあげて開
けると。結構しっかりついてるんでちょっと力いるけど、でもこうしたら簡単にこうパカッと割れます。こんな感じでこうと。でこれねいいのが、ここにさ、ここにこういう鉄がついてるでしょ。なんでここでこう下置けます。こんな感じで、ここにさ磁石がついてるから、ここがこんな感じちゃんとひっつくんで、持ち歩いてる時にパカーって開いてこないの便利でしょ。で最後ハンドルを折ると。でここストッパーついてるんで、こんな感じでこんな感じです。どうで、サドルもちょっと下げてもいいけどね、邪魔だから、高いからね。でかなりコンパクト、車にも余裕で乗るね、トランク。だけど重い、やっぱり20キロちょっとあるから重さはかなりずっしりです。今日はサイラッシャーのソンダーっていう自転車のご紹介でした。でこのまんま長野県の超絶景スポットをこの自転車で登ってた動画があるので、ぜひご視聴いただければと思います。はい、余裕で登ってきました。どうする？どっちかが自転車でどっちかが車なんだけど、どっちがいい？もう私行ってみようかな。じゃあチャリ乗ってみる？でじゃあしんどかったら交代する。そうしてみようかな途中でね。ここ左だって。まっすぐ行ったら田切の里か。これだから稲じゃないんだよね、この陣馬片山って。確か中川村だったと思うんだ。であと3キロぐらい走ったらこの山に登っていく道みたい。すごそうだよ、道行ける？これぐにゃぐにゃだよ。登っていく道だからね。前にこの中沢の花桃って行ったね、そういえば。めちゃくちゃ綺麗なところ。こっから登っていけるんだ。さあどっか自転車が出せそうなところで止まって登るか。もうそろそろその辺が入り口だよね。そう入り口っていうか登り口。そういうことね。道に入るんじゃないかな。あと距離的には12キロ。すごいなこれ。横の川なんか釣りにもいいんじゃない？ねここなんかいいんじゃない？ここにしようか。ここちょっと車を寄せて自転車下ろすか。出発です。気持ちいいね。結構軽快な登りです。まだそんなには登ってないけど、最高だね。新緑も多くて。さあ今から 700m11 キロ、結構です。結構のどかでいいところ。かなり登るっぽいです。すごいね。こんなとこ来れんのかな。いったいったいった。こうよいしょ。今20キロぐらい、15キロぐらいか。結構な登りだからねこれ。いやー余裕っぽいね。でもさあちょっと上で待ってます。いやー9キロこれを登るのか。うおー、水がとんでもなく綺麗。すげえなこれは。来た来た。
来た。結構早いじゃん。うわ、すげえ登り、これ登ってった。うわ、すごいじゃんこれ大丈夫かな。すごい道だぞ。あ、いたいたお、登り始めました。車が来てます。あれ、こっちでいいのかな。うわ、すげえ。道が。おお、すげえ。なんだこれ。すごいとこ行くんだね、陣馬形山っていうのは。いやー、気持ちいいね。涼しい。結構登ってるんですけど、ギアの調節もできるんで、こうきつくなったらちょっと軽くしたりしながら、こんな感じで登れます。おー、結構な登りです。あー、楽ちん。今登り始めて4キロぐらいかな。本番でまだ 100% スタートで 88% です。マックスアシストが5までなんですけど、今ずっと5で走って今 84% です。はい、ここが分岐で、こっちに登っていくのかな。峠です。どアシストがね結構強くてう、行けてたね。ボコボコの道がさ、そうそう、結構道悪かったよ。道悪いんだけど、サスペンションついてるから。そうなんだ。あ、分かった。そうそう、前と後ろね。よし、じゃあ行ってみます。ああ、最高だもん。ああ、気持ちいいね。さあ、ここからは選手交代来ます。私は車で。結構早いね。お先に失礼します。いいとこだね。すごい。結構登ってきた。いやー、気持ちいい。新緑のいい季節だな、これは。でも、景色が良くなってきたよ。すごい。わあ、結構登ってきた。もう山の頂上ぐらいになってきました。あともう少しかな、キャンプ場までは。結構上まで登ってきた。すごい景色だ。上からの景色は相当良さそうです。ああ、登ってきたな。わあ、すげえ。超見えてる。わ
大絶景。おー、なんだここは。ちょっと開けたところが。うわー、すごい眺め。うわー、なんかすごいとこ着いた。うわー、大絶景だ。お、なんか見えてきた。おー、陣馬形山。右？そうなの？よし、OK。おー、こっちか。あー、着いた。キャンプ場が見えたぞ。へえ。わー、すごいところにあるな。いやー、着いた。大絶景。すごいな、これは。中央アルプスがズドーンと。めちゃくちゃいいところ。すごいね。あのキャンプ場最高じゃん。あの上。泊まりたいね。ねえ。いやー、星もすごそうだね、ここ。ちょっと探検してみよう。行ってみよう。何中川村陣馬形の森公園。すごいとこ来たな。あ、歩くとこ結構あるんだ。すげえ、ここトレイルあるじゃん。やばくないか、ここは。ねえねえ。いやー、すごいね。いいね、ここ。あ、で上、こっちが頂上かな。行ってみる？あ、結構登ってきても今日暑いね。いやー、絶景すごいね。すごいね。これは晴れてたら北アルプスもちょっと見えるんだって。住んでたらね。
よあれが。うん？ロープウェイの駅が見えてるよ。本当？駅が。ああ。木曽駒のね。うん。すごいねあれそこ。そこら辺に。下にコーヒーが飲めるところがあるみたいなんで行ってみましょう。いやマジ絶景だなこれは。ここでキャンプしたいね。ここ今度来ようかキャンプしに、ね、いいよね。最高だよねこれはマジで。言うことないよこれ、あれかな、あの山荘かな多分、いやーマジで最高だ。あっち側も見えてさ、いやーここかな、ここだよね。ああ、すごいビアもあるんだ。ビアかなじゃやめてようわすげえ、うわ熊上熊上スライス、あ、アナグマだよ。生地か。俺アナグマ美味しいって聞いたんだ。あの人東出君に聞いたんだって YouTube でいやすげえ、すごいよ。何これ、本日のビールだって。へえ、本日のビールで、ここでのんびりもできるんだね。イヨシのコーラ、600円と700円だったかな。500円と600円か。いいね。忘れちゃったね。いただきます。それはこっち。レモンスカッシュ。美味しそうじゃない？美味しそう。ちゃんとしたカフェ味噌ビール。よく混ぜた方がいいって。うん。オッケー。あ、もういい。もう飲みたい。はいはい。サンキュー。いただきます。おお、うまい。このレモンスカッシュやばい。超うまい。うおー。レモンスカッシュやばい。やばいですよこれは。めっちゃ美味しいねこれ。これお酒ビール好きとかたまらないだろうね。ジビエもいっぱいあったしさ、アナグマ、キジ、クマなんかいっぱいあったよ。いいなぁ。よーし。では帰りは俺はこれでダウンヒルしてきます。先行くね多分。ちなみにここまで10キロ遡ってきて 76%。すごいね。まだまだ残ってます。走ってるよ。ほらかわいい走ってる。どっか行っちゃった。アナグマだあっという間にさっきの峠のところまで来ました。ドライブも気持ちいいし、サイクリングも最高そうだね。
てきたら暑い。さあ、そろそろ到着です。下まで降りてきました。超止まる。すげえ。いいね、田植えのシーズンです。めちゃくちゃ止まる。さあ、そろそろ自転車を乗せたいね。はい、今日はここまで。折りたたんで車に乗っけちゃいます。いや、しかしすげえな。このブレーキもめちゃくちゃ効く。さすがこのシマノのディスクブレーキ。すごい。シマノの油圧です。そしてこんだけ今日20キロぐらいかな登って、あと残り 68%。すごいね。標高700メーター登ってだからね。さあ、車に乗りました。はい。暑いな、車。暑いね。何？外30度だって。もう真夏です。真夏だね、ほんと。30度だよ。5月末に。5月まだ中旬だよね。あ、まあ下旬か。真夏来ました。ねえ。自転車乗ってたらそんな分かんなかったけど、まあずっと下ってるからね。ほぼ漕がなかったから。もうなんか、アシスト自転車とか関係なかった。もう、だって24キロ超えたらアシストされないしさ、もうただ下るだけで、もうなんかダウンヒルとして楽しいんだよ。でも涼しかったでしょ？涼しかった。日陰とかすごい涼しいよね。まあだけどね、結構道が悪いから危ないね。下の方、砂がいっぱいあって浮いてたり、で、ボッコボコだから、すっごいボッコボコだった、最後の方。いやー、でも楽しかったよ。まあ、あれちょっと危ない。俺はいいけどさ、ダウンヒルしてるから、あんま慣れてなかったら危ないね、あれは。で、まあ、皆さんね、ゆっくり走りましょう。そんなことしないもんね。で、そんなさ、ブレーキがめちゃくちゃ効くから、ディスクで、あんまそんな自転車ないじゃん。ママチャリとかだと。で、そういう競技用の乗ってる人だったらもちろんわかるんだけど、そんなんみんな多分あんま知らないから、でめちゃくちゃ楽なの。ちょっとかけただけでめちゃくちゃ効くんだけど、ああいう砂利とかで砂がいっぱいあるとつるんといっちゃうから、危ないなと思いながら、俺は楽しいんだけどすごい。でも一気に下れた。だって700メーター、もうこの下まで降りてきたから800メーターぐらいを下ってるからさ。そうだよね。それ楽しいよね。よかったです。そしてはお腹が減ったのでご飯に行きましょう。このね近く、もうここから5分10分 4.5 キロ5キロぐらいのところにね、ペリカンっていう定食屋さんかな。いかにも稲谷っていう感じの美味しそうな定食屋さん。本当すごいよね。もうこの谷のさ、この稲谷の定食屋さんの数といえもうすごい数でしょ。ね。いやー、しかしさ、上のキャンプ場すごかったな。すごかったね。眺めすごかったでしょ。でカフェもあって、なんかお酒のこだわりがすごかったよね。ビールとかなんか他のも多分あったんだけど、あんまよくわかんないから見なかったんだけど、でビールもなんか今日のビールはとか言ってさ、なんか注いでくれるやつだと思うんだけどね、なんか多分美味しいだろうビールがあったり、あんな景色でビールそう最高じゃないね。だって持ってきて自分で冷やさないでいいんだから、というよりなんか生ビールみたいなの飲めるんじゃないかな。で、あとね、ジビエがすごかったんだよね。あんなにあるクマが
熊の上ロースとかさ、アナグマもあったしキジもあったし、あれはちょっと食べたいな。今日買って帰ろうかと本気で思ったんだけどあ、冷蔵庫今日入れてきてないと思ってダメだったの。すごいよね。すごいね。アナグマねえと思ってたら自転車で帰りアナグマにあったしね。あったね。多分あれアナグマだと思うんだ。前から走ってきて、あ、タヌキ来たなと思ったらさ、こっちじーっと見て睨んで、で反対向いて走り出してさなんでかでも山の方に入らないでずっと道路走ってるからさ、あんなすぐ捕まっちゃうなと思いながら。本当だね。本当にどんくさかったよ、すごい。もうそろそろ。あ、あれじゃない？あれかな？黄色い看板かな？このどれかじゃないの？あ、これじゃペリカンって書いてあるじゃん、一番上。黄色い看板。行ってみましょう。お腹減ったねえ。さあ今日は俺焼肉丼、あとは私は混ぜそばの冷たいのお1080円。あ、冷たいのって言った？うん。おあだね。ナポリタンとかいいな。ミートソースも今日はがっつり食べたいからね。唐揚げ定食もいいな。キムチピラフとかもあった。あ、本当だね。俺唐揚げ定食もよかったな。あとね、気になってるのはね、あれさっき気になってるのがあったんだよ俺。パフェね。パフェね。暑いから来ましたよ。うわー、ガッガッガッ。暑いからすごい。キクラゲだ。いろいろ入ってる。本当だね。すごい美味しそう。ラーメンだよね。混ぜそばです。ラーメン。ラーメン風混ぜそば。もっと。あ、いい匂いする。いただきます。ね。美味しい。確かに結構辛そうだね。その卵があるからマイルドになりそうだけど。いいね。後でちょっともらおう。美味しい。冷たいんだよね。結構量あるね。うんだね。多いね。多いな。確かに多いな。麺2玉でとかもっとありそうだね。あ、夏にいいなこれ。いやー、うまそう。やべえ、これすごいんだ。量がすごい。だってさこんなにご飯ここすげえ。でこれは追いソースができるらしいよ。いただきます。あ、うまい。ほんとだ。ソース味。あ、うまいね。あんまり食べたことのない感じ。そうなんだ。こういうのだとちょっと甘辛系じゃん。甘系なんだけどソース味なの。なんかここはこうやって食べたらもしかしたらお好み焼きかも。はあ、美味しかった。美味しかったね。お腹いっぱいです。多かったね、量が。量が多かったね。ねえ、すごい量だったよ。大満足な量だったね。ちょっと暑すぎるからさ、河原に避難しましょう。河原にでも行ってみよう。行ってみよう。あっちの方の駒ヶ岳ロープウェイだっけ？木曽駒ロープウェイか。あの近くにさ、川が流れてて、ちょっと遊べそうなとこ確かあったと思うんだよね。ちょっと行ってみよう。行ってみよう。上は涼しいんだろうな。いや、上は涼しいけど、今日お天気が良すぎてさ、すごい日に焼ける。ああ、そうだね。すごい日差しで雪で反射して、なんかもう夕方唇がピリピリするやつだ。ああ、いいね。いいね。木のあるところはなんかオアシスじゃん、ほんと。ロープウェイの駐車場のあたりかな。ああ。ナランソフトも食べたいな。ね、ちょっと河原で遊んでソフト食べよう。でも駐車場あるのかな。あ、どうだろうね。ないかもね。止めたことないからさ。ロープウェイ用のね。そうそう。あるでしょ。ありますか。これか。ここがスズランソフトのところ。いやー、暑い。30度は
答えるね。あ、すげえ。スズランソフトにシェイクあるよ。あ、いいね。シェイクいいね。俺ソフトにしよう。やっぱりスズランソフトかな。あ、すごい。夏季限定生ブルーベリーシェイク。あ、7月初旬か。350円。こっちが650円。650円？えらい高級じゃん。何？え？ダメなの？何のさ？いただきます。いただきます。なんかね、いろんな種類があって、なんかコーヒーとか、7月初旬になるとブルーベリーとか、でも今回は牛乳にした。うまい。あ、うまー。美味しい美味しい。美味しかったね。涼しかったね。涼しくなったね。ここにもっといいさ。おー、すごいじゃん、ここ。もっと良かったね。スイーツあった。ここは。本当だ。いや、いいね、ここ。すごいいいとこ。登山に来るばっかりだからさ。ここに。来るばっかなの。いや、ここに来るって言ったら、そこに駐車してさ、すぐ行っちゃうじゃん。だからここで。一回ね。ここでゆっくりさ、することが分かないもんね。そう。っていうかここは駒ヶ根、そのロープウェイ乗る以外に遊びに来るところっていう認識がないもんね。ここ超涼しい。ああ、ここは宮田村？あ、駒ヶ根市と両方か。